の旅何日目かは正直わかんないくらい、結構時間経ってますけど、今日僕はね仙台市にいます。で今日多分もう最後の仙台にしようかなと思ってて、結構1週間近く5日ぐらいかな、今のところ仙台にずっといる状況です。なのでね、もうそろそろ仙台結構回りきったので、今日ラストの仙台市旅にしていこうと思います。で今日行くところはですね、なんとなくなんですけど駅の反対側行こうかなと思ってて、今まではメインストリートがある方の駅周辺とかをいろいろ観光したわけなんですけど、今回はその反対側ですね。まだ行ってなかったんで、そこをラスト行ってから次の町へ行こうと思います。次の町とかもどこなのかよく分かっていない状況なんですけども、とりあえずこの最後の仙台を旅していこうと思います。今日はこの仙台市に来てから一番歩く日かもしれません。ちょっと駅の向こう側ってなるといつもよりねすごい遠い距離になってしまうので結構大変です今。なんかね仙台駅周辺すごい距離があるんですよ。だからちょっと歩きだと大変なんですけど、今日は歩きまくります。なんだろうあれは、すごい行列です。人気店なのかな。ちょっと前を通ってみましょう。なんかここの通り何回か通りましたけど、この行列は初めてですね。すごい行列。何に並んでんだ。ラーメン二郎だ。うわすごい、ラーメン二郎にみんな並んでる。すげえ、ラーメン二郎でした。だから通りで大学生の男子みたいな人がいっぱいいたんだね。やっぱラーメン二郎はどこのお店も人気ですね。たまたまマクドナルドがあったのでちょっと朝ごはんを調達してきます。ありがとうございます。なんか仙台のマクド人がめっちゃいます。ゲットしました。買ったのはポテトとチキンクリスプです。揚げ物体に良くないと分かっていても、なんか旅をするとこう脂っこいものとかがっつりしたもの食べたくなっちゃうんです。そうするとマクドとかすき家とかなんですよ。なんか最近各地の公園の水をさたくさん飲んでるからさ、各地のなんかちょっと水の違いも分かってくる。でも比較的福島とかこの宮城とかお水が美味しいんでね、そんな大差はないですけど、ちょっとこう鉄の味がするところもありますけど、毎度おなじみ一番安くてボリュームがあるチキンクリスプです。そろそろ味に飽きてきましたけど、お腹が空いてるんで味とかどうとか言ってる場合じゃないですよ。食べれるだけありがたいんで、安定のお味です。でもね、一昨日の夕飯がマクドで食べたハンバーガーで、昨日の夕飯がウーバーイーツで頼んだハンバーガーで、今日のお昼もハンバーガーなんですよね。だから栃木からわざわざ遠い仙台まで来たのに、全国各地にある同じ味のハンバーガーしか食べてないんですよ。悲しすぎるよね。どこに行っても同じ味のハンバーガーをわざわざ仙台に来て食べるなんて。牛タンぐらい食べたいよ、せっかくなら。でも僕はそのご身分ではないので、もう全国同じ味安定のハンバーガーで今回の旅はね、しょうがないですよね。でもご飯が食べれるだけありがたいんです。もちろんこのポテトもクーポンのやつですね。アンケートで答えるとタダでいただけるやつですね。これで朝ごはん中に完了。行きますか。なんかここの辺ねラーメンが多いんですよ。すごいラーメンのいい香ばしい香りがすごいしてお腹が空いちゃうんですけど、僕には食べることが許されないので、しょうがない。基本僕は朝食べないんですけど、食べないというより食べれないっていう方が近いんですよね。だいたい1日1食ぐらいじゃないとこうね費用的にも厳しくなってしまうので、あと夜食べないと眠れなくなっちゃうので、なるべく朝じゃなくて夜食べようとしてるんですけど、でもそうすると朝とかお昼にすっごいお腹空いてるんですよね。だから今は結構ペコペコでお腹と背中くっつきそうです、あそこにも後楽園
あ、ここにもラーメン屋さん。あ、食べたいけどさ、だいたい1つ1000円とかするからさ、僕の2日分の食費になっちゃうんですよ。それをお昼で済ませちゃうともうダメなんです。旅が継続できなくなっちゃうので、我慢我慢。もう少しあのビルの奥ですね。もうちょっと歩く。いやなかなか今日遠い。少しビルが見えたんで気持ちが楽になりました。ここがビルです。展望デッキがあるところね。もうすぐ駅が着きます。来ました。この旅2回目の仙台駅です。相変わらず人が多いですね。とりあえず中入るか。めっちゃうまそう。スイートポテト屋さんだ。うわいいな。これ東北の名物とかですかね。とりあえずね福島県は制覇したので、次宮城県。今宮城県ですけど、宮城県よくわかんないですよね。なんか今この仙台にいますけど、どっち行こうか今ね分岐点なんですよ。気仙沼ですかの方、多分そっちかな。そろそろ都会も疲れてきたので次の町に行きたいと思いますね。 4,5 日はいたんね。仙台、結構仙台市ちょっとずつ分かってきたのでいい感じです。だけどねやっぱねこうまたこっちには旅行できたいですね。こうご飯とかさ、温泉とか旅館とか、たくさんお金を使ってたくさんこう満喫できる旅行しに仙台はまたいつか来たいと思っています。やっと着いた。ここです。てか人多いよ。金曜日だぞ。でまだ今1時ぐらいですけど、この人の量はえげつない。今日って祝日なのかな。あれ旅行客もたくさんいますね。さすが仙台。今日は祝日でも何でもないですけどね、なんか駅の中にこうやってお店が並んで出店されていますね。今1時半です。こちら西口が以前結構旅したんですけども、今回は東口向こうですね。そっちの方ねまだ行ってなかったんで、今日はそっちをメインに旅していきたいと思います。こっちもこっちでなんか雰囲気が違う気がする。ここか、ここだ。ここが森の日だまりガレリアという駅内にあるショッピングモールですね。全然違うわ。西口とまた違うね。こんなとこあったのか。ここは来てませんでした。仙台面白いですね。なんかコスプレしてる人もいるしさ、外国人もいるし、ちょっと東京にやっぱ似てるんですよね。ちょっと自由な感じは好きですね。こちらが駅東口でございます。僕が一応行ったのはここの楽天生命パークと仙台城と、国際センターは目の前通ったくらい。あとはなんだろうな、意外と行ってないのかな。大崎八幡宮とか行ったけど、そんな感じなのかな。にしてもこれ全部お店ですよ。すごい広いね。大きいね。これが東口か。東口の方がすげえなんか仙台来たって感じがするんですけど、でもさ全然違うわ外見が。西口はさちょっと赤っぽいレンガの雰囲気があったんですけど、東口はさこうなんかロボシティみたいな、こうちょっと近代的な感じがありますけど、表と裏で全然違うんですね。こんなビルでしかないんですけどね一応あそこに仙台駅って書いてありますけど、もうビルとしか言いようがないんですけど、これが仙台東口です。西口よりは車の数は多少少ないですけどね、ちょっと静かな感じはします。こっちの方がまだね、こっちの東口の方が僕的に好きかな。全然もう仙台のイメージが変わりました。シティですね本当に東京よりちょっと綺麗な感じの街ということで、今日一日はねここの仙台の駅東口の、こういうなんかちょっと高いところとかね、そういうところを回りながら、一日過ごしていこうかなっていう感じで、最終日の仙台終わりたいと思いますね。でもねやっとここまで来たんですけど、帰りもさまた戻る道通るから結構大変な、多分1時間ぐらい歩いたんですよ。それを帰りもやるとなるとちょっとまた大変なんですけど、最後なんでもうしょうがないということでやっていきましょう。いいなあ。それにしてもこういうところでさスターバックスとか入ってさ、優雅にコーヒーを飲みながら
こうなんか一日をゆったりと過ごしてみたいもんです。僕の旅にはなかなかそういうスターバックスとかさ、それちょっとお高いところは行けないんですけど、いつかね行けるようになりたいですよ。ハトさん、ハトさん、おー、もう急にハト、うわ、そういうことか。びっくりしたよ。さっきさ、もうほら、あそこでさ餌あげてる人がいるの。そう、ほら食パンをばらまいてる人だからこんなに鳩が多いんだ。なんかさっきね、こう裏から何十匹30匹ぐらいの鳩がブワー来たんですよ。で、何が起きたと思ったらさ、食パンをさ片手にこうやってファーってばらまきながら歩いてきた人がいて、さりげなくポケットからファーってねポイ捨てするかのようにね、食パンの餌をたくさんあげています。びっくりした本当に。しかもさ、僕がちょうどここに座ってたんですけど、その上にこの鳩に餌をあげないでっていうさ注意書きがあるんですよ。目の前で鳩の餌あげてる人がいたんですけど、これやばいでしょ。一瞬で餌が消えた。もうさっきのおばちゃんびっくり。何なんだ、ほんとびっくりした。こんなところにねアンパンマンがいるの。かわいいアンパンマン。それアンパンマンか。ちくしょう。アンパンマン撮影してた子供たちに取られちゃったでね、なんでアンパンマンあるかはよくわかんないですけど、なんかここにアンパンマンミュージアムっていうのがあって、今年で10周年だそうです。なのでね、なんかわかんないですけど、ずっとあそこにあるのかな。いやー、まあ飲食店ばかりですよね。いいなー。この駅で1万円とか最高な企画になりそうですけどね。やってる人いるのかな。仙台駅で1万円食べてみたみたいな。で、なんか YouTuber っぽいこと好きじゃないんでね、やりたくないですけど。うまそう。ハンバーガー食べといてよかった。じゃないともうこの誘惑に耐えられない。ではいざ4階へ。あ、こっち行けるんだ。そう、ここからの眺めをねちょっと見たかったんです。いい高いところ来た。3階からの眺めです。いいですね、いい気分です。スカイガーデン、あ、なんか上も見れそうだね。ちょっと行ってみよう。駅にこんなとこがあるんだ。面白いな。ちょっとなんかやばい、今日歩きすぎてる気がする。あ、すごい、屋上庭園になってる。庭園というか、そっか屋上こんな感じなんだね。すごい綺麗。ちょっと換気扇の音がうるさいけど珍しいお花がある。なんか常連の方がいっぱいいるって感じがしますけど、まあ綺麗な場所ではあるけど、なんか落ち着ける場所ではない気がしますね。ちょっと換気扇とかさ、あと日差しが結構暑かったんで、あそこにはちょっとあんま僕は行きたくないかな。でもなんか いつもいるメンバーって感じがすごくしましたけどね、あそこにいる方たち。ということで3階に戻ってきました。東急ハンズとかある。うわー、最高だねこれ。ここにいたらどんどん仙台市にお金を吸収されていきそう。こんな感じか。あとはお店かな。いやーでもいいな、ここでお買い物たくさんしたいな。明かりも透明のガラスなんで天然の光が入ってね、中も綺麗に美しくね明るくなっています。まあここがね仙台駅東口の森の日だまりガレディアという場所でした。はい、まあちょっと店内いろいろ回ってみたいと思います。一応ここに郵便局があったので、実家にねとりあえず一つだけ荷物をね送ってきました。はい、ということでね、今東口をまあいろいろ見てみたんですけど、なんかタクシー乗り場もやけにおしゃれですね。タクシーとかもさ、これ何これ、個人って書いてありますよ。VIP 様限定のタクシーって感じ。そう、僕一回ね中国人 VIP 専用の送迎のお仕事をしてる方のねヒッチハイクの車に乗ったんですけども、その時のね、まあ、中国人はやっぱりこうお金をたくさん持っている方が日本に来られること多いんで、結構ねタクシーの方にチップ代としてたくさんお駄賃をあげたりとかしてるそうですよ。だからまあタクシーにもいろんな種類のお仕事があるそうですね。信号待ちついでにちょっと座ります。
もう結構歩いたので少しここで休みます。いや、中が広すぎましたね。もう洋服屋さんは何点あるのかすら分かんないぐらいで、ちょっと今向かっているのはアンパンマンミュージアムというところがね近くにあるんですけど、場所が分からない。どこだろう。信号が青になったんで行きましょう。でもあの仙台駅内で一日過ごすっていうなんか旅というか旅行の仕方も全然ありだと思います。あそこは森の日だまりガレリアっていうなんか仙台市の中でも結構有名なこうショッピングモールというかさ、そういうような場所なんで、観光客の方も楽しい場所ですね。てか広いなここ。だって歩道ですよこれ今仙台市来て何回広いって言ったかとか。ここは東北福祉大学ですって。大きいですね。駅の目の前にあるんだね。あ、ここにあるんだ。 TFU ギャラリーミニモリっていうなんか大きな展示場ですかね。そこでなんかいろんな展示が行われてるらしいんですけど、行ってみようかな。現在閉館中で入館できません。ああ、そうですかそうですか。なんかいる。たまごっちじゃないペンギンくんがいるね。なんだろう。この恐竜のようなペンギンくんは誰なんだろう。ここにも2匹似たような方々がいました。あれが福丸と福姫というこの大学のマスコットキャラらしいですね。で、どこからが大学なのかよくわかんないんだけど、ここが入り口か。東北福祉大学、なんかマンションみたいですね。一応あそこカフェなんですけど、今回は入れないので、というか大学なんで入れないので次行きましょう。これアンパンマンミュージアム、大きいね。あんなところに顔色の悪いアンパンマンがいるのね。でその周辺にカレーパンマン、バイキンマンとかいっぱいいるの。あんなところにアンパンマンがいるのかわいいな。すごいですよ。ジャムおじさんのパン屋さんがあるの。ジャムおじさんの出来たてのパンが食べられるんだよここで。ちょっと入ってみましょうかね。入れると思うんで行ってきます。アンパンマンミュージアム10周年ということでいいタイミングに来れました。ジャムおじさんだ。うわ、ジャムおじさんのパン食べてみたい。アンパンマンじゃない、ジャムおじさん。ジャムおじさんかわいいな。アンパンマンと一緒じゃん。ジャムおじさんが作ったパン。このフランクフルト以外は知ってますね。あれ、本物のアンパンマンこれなんだ。ちょっと日焼けしたアンパンマンですけど、リアルアンパンマンがいました。あ、表情が違う。これが昔のアンパンマンで、なんか今のアンパンマンって感じ。仙台限定とかあるんだ。ここがジャムおじさんの家でした。あそこにはね、巨大アンパンマンがいます。アンパンマンゲート。すごい、中広い。こんななってるんだ。いや、すげえ。アンパンマン一色ですよ、ここの中は。かわいい。おせんべいマンわかんないけど、おせんべい屋さんもあるんだ。アンパンマンテラスですって。かわいいバイキンマン。ここ入れるんかな、大人でも。こんにちは。入場のチケットをお持ちですか？はい、チケットが必要なエリアとなっております。アンパンマンカーニバル王国ですって。アンパンマンのぬいぐるみ屋さんだよ。めちゃくちゃある。超かわいいアンパンマン。買いて欲しいな。ミュージアム内はこんな感じになってて、入館料が2000円ですね。そうするといろんな遊べるところが入り放題って感じですね。こういうお土産屋さんとかショップは普通に入れるみたいです。誰でも。これ2階もあるんだ。ちゃんと2階行きたいな。うわ、食パンマンイケメンだな。アンパンマン、貴様のように諦めない、くじけない、行くぞ進め。バイキンマンいいこと言うじゃないか。ペットボトルとかもこれだ。かわいい。ロッカーとかもだ。この2階は有料でチケットが必要みたいです。2階行きたかったけどね、行けなかった。ここはポップコーン屋さんだね。すごく甘いいい香りがします。こんな感じになってる。かわいいこの2人。ここはレストランか。ドキンちゃんがウェイトレスの服着てるの初めて見た。宇宙人みたいだけど。
こもなんか日本というよりアメリカンな感じのレストランですね。ここがイートインスペースか。すごい楽しいなここ。ちょっと休憩します。アンパンマン好きな方ぜひ。プール、いや楽しいねここすごい懐かしい気分になるんですけど、こうさアンパンマンの曲って昔からずっと使われてるからさ、この曲とかいろんなね、懐かしいこの曲聞いたことあるっていうのがねいっぱい流れてね、保育園の頃結構思い出しますね。保育園の頃めっちゃ毎日かな夕方頃アンパンマンね見てたんですよ。どの世代でも通る道なんじゃないですかね、アンパンマンって。仙台にこんなところがあってとは。もちろん親子連れがたくさんいますけど、別にお子さんいなくても普通にね友達と楽しみにして全然楽しいですね。残念ながら僕は一人で来てるんですけど、ちょっとね僕外見だけこう見に行こうかなと思ってたんですけど、まさか中も入れるとは。あそこに顔をはめるといちごちゃんになるねガラスがあるんです。このさメロンパンナちゃんとその姉、ロールパンナちゃんの間にこうさ顔が挟まるとかさ、なんかちゃんとこう写真撮りやすいような絵柄になってる。ただいまアンパンマンミュージアムから出てきました。なんか子供っていいなってね保育園の時っていいなっていうかね、保育園の頃をね思い出すような、そんな懐かしさをすごく味わえる場所でしたね。2回行けなかったんですよ。お金がそうね、僕の旅では2回は行けなかったので申し訳ないんですけど、ぜひ仙台に来た際はこのアンパンマンミュージアム超楽しいので。ただねちょっと僕一人男の人が一人だけアンパンマンミュージアムっているっていう状況があまりにもちょっとおかしな感じだったのか、ちょっとね僕目つけられたんですよ。なんかそのスタッフの中に男の方がいたんですけど、いかにもちょっとこのアンパンマンミュージアムにはちょっと似つかわしくないような、ちょっとこわもての顔の男のスタッフの方がいたんですけど、その人にね何回もこう遠くから僕が移動するたびにこうなんか影からついてこられてやべえ目つけられてると思いながらね、いたんですけども、そんな感じでね、確かにね親子連れが多いのでね、男一人で来る場所ではないかなとは確かに思います。なので友達とかね来た方がいいのかなとは思いました。はい、そんな感じですかね。ということでアンパンマンミュージアムでした。ということは次の場所行きますかね。ビルにタランチュラいると思ってめっちゃなんか似てる、ごちゃごちゃした縞模様の黄色い、ね、雲がいました。ここに丸善があったのでちょっと寄っていきますかね。すっかり夜になってきました。本日のご飯は吉野家です。いつもの牛丼ですけど行きます。なんか僕はねご飯を作りたくもない、めんどくさいというか、なんかゴミも出ちゃうし手間もかかるので、もうね最近はこうファストフードとかこういうすき家とかばっかりですね。8時までしか店内入れないんですよ。だから8時までにお店行かないとこう持ち帰りだとどうしてもパックとかゴミが出ちゃうので、最近は7時半とか7時とかの夜ギリギリに店内にね入ってご飯を食べてますね。正直ね全然物足らないんですけど、とりあえずねそんな感じで食べてますね。時刻は8時半なんですけど、もういつものね車に戻ってる最中なんですけど、あそこにね、ちょっと光ってるところ分かると思うんですけどタワーがあるんですよ。だけど Google マップで見てもあれが何なのか分かんないんですよ。向こうはね仙台城の方なんですけど、でタワー行きたいなと思ったんですけど場所が分かんないのでちょっと諦めます。ということで今はこんな感じで、ここ有名な橋ですね、ここを歩いています。ここの道ねまっすぐこう仙台駅につながってるんですって。そういう作りにしてるみたいです。はい、もう真っ暗なのでちょっと車戻ります。でもなんか綺麗ですね。これが夜の仙台の街です。やっぱりね街は明るいのでお星様は見えませんね。でもなかなか見る機会もないので、旅ならではの景色かな。なんか夜にさ僕の目の前で車を止めるっていうのは怖いからやめてほしいんですけど、さっきの車さ白いの車さこう僕は歩いてて目の前で急に止まるからさ、なんか仕掛けてくるのかなってちょっと警戒しちゃうのでやめてほしい。こういう暗い道を歩いてる時は特にね怖いのでやめてほしいよ。で一応ねこういう暗い道を歩く時はねスマホのライトだけですけどねこうやってこうつけながら歩いてます。これぶら下げな
これあるだけでおそらく夜はね全然違うのでね、もう自分の身を守る上でもねライトは結構必需品です。スマホのライトほんと便利です、こういう時。ということで着きました。もう真っ暗ですけど、車、僕の宿着いた。すごく安心。これは誰もいないよね、中にいないね。よかったよかった。怖いよそういうのでね。一応なんか 2,3 台ぐらい車が止まってますね。僕一人の車だけだとねすごく怖いのでありがたいです。服乾かしっぱだったけど全然乾いてもいません。ちょっと干すのが遅すぎたためまだ濡れた状態です。なのでこのまま置いておきます。車内にはね水っ気のものあると車内カビたりしちゃう可能性があるんで、外になるべく置くようにしてます。ここら辺やっぱりトラック運転手さんが車止めて車中してる人多いですね。ありがたいですけどアイドリング音とか結構うるさいんでね、ちょっと離れてくれるといいんですけど、でも僕以外がいるってのは本当にありがたい。心強いです。ここからね枕が登場するのです。出てこい枕、じゃじゃん。愛用枕、ういっつ。もう一つここから出てきます。寝袋です。じゃじゃん。この枕じゃなくて毛布。でもこれしかないのでね、ちょっとそろそろ寒いんです。この前寒すぎてね眠れなかった日とかもあったんでね、もうちょっとなんか毛布とかねつけたそうと思っているところです。でウィンドウをこれをそっちにかける。これ手作り感満載のビニールカーテン。これ緩くなっちゃった。こうやって重ねておきます。これで一旦こっちも見えてるじゃないか。 OK。 ちょっとねライトはねこのスマホのもう一個のスマホのライトしかないんですよ。だからこれをねこうやって、こっちの方が明るいね。もう寝ようかな。今日ちょっと映画見るんだった。で最近 Amazon プライムで今月かなスタートした007シリーズがね始まったんで、なんかこの DD フードって使ったことないんですけど、これでさなんかステーキ丼がカルビ丼が99円で食べれるとかあるんですけど、でこの DD フードもさこれ都心とかでしか使えないからさ、今仙台にいるうちに使っちゃおうと思ってさ、ちょっとやってみようかな。こんな感じでね、こうカルビ丼以外にもラーメン99円とかさ、すごいよ。サーモンいくら丼99円とか、1回しか使えないと思うんですけど、いけるのかな。注文確定ボタンを押してみたけど、すごい、いけた。すげえ。また表記が違うけど、ここのお店から届けてくれるみたい。でもめちゃくちゃ遅いなこれ。届くのに30分以上かかるって。Uber より断然遅いですね。Uber だとだいたい15分ぐらいで届きますけど、その倍ぐらいありますね DD フードは。配達員の方が受け取ってくれない。まだ普及してないからあんまりドライバーさんがいないのかもしれない。Uber とかに比べて。ハサンっていう方が受け取ってくれた。やっぱりフードデリバリーの配達員の方ね、結構外国人多いですね。ここの宮城県だけじゃないですけど、外国の方多いですね。手っ取り早くお仕事できるからっていうのもあるんかもしれないですが、でもこれだけさ外国の方が日本に来てこういうなんか Uber の配達員とかでお金をいただいて生活してるからさ、アメリカとかでもさ日本人が行ってできたりするんじゃないかな。普通に9時44分に到着ですって。今は9時11分なので30分以上待ちます。もう来たみたいなんでちょっと行きます。近くの建物の玄関で設定したんで、そっちにねちょっとだけ移動する必要がありそう。ちょっとやばいちょっと遅すぎたか。出るのもう配達員の方が待ってくれてる。もう来てるみたい。どこかな。あれ来てるはずなんだけどいないな。あれなんか全然いないな。どこだ。先に到着しました。普通こういう場合ってね電話が来るんですよ。どこですかっていう。それもないんですけど、もうちょっと向こうか。ちょっと行ってみよう。あそこにいた。ちょっとね外国人だったからさ、やりとりがちょっと言葉があやふやだった。見つけた。夜暗いからさちょっと分かりづらいんですけど、
やった。お待たせいたしました。ありがとうございます。これだっけですか。おいくつですか、2人、はい、何歳ですか。私は30歳。あ、24歳。どこの国から。バングラデシュ。あ、バングラデシュ。おお、すごいですね。ジャパン。頑張ってください。はい、ありがとうございます。こんな感じで着きました方、申し訳ありません。このアドレスクリーン。お、これで注文完了。ということで、一旦車に戻りましょう。ちょっと暗いので外は。よかった、受け取れた。よし。あ、水踏んだ。水たまり入っちゃった。うわ、着いた。注文してから40分ぐらいかかりましたけどね。で、予定時刻ね、遅れたから300円安くなるよっていうクーポンもいただきました、なんか。ということでね、こちら届いたので、ご飯食べていきたいと思います。思ったより少ないかな、これは。うわー、すげえ、なんか、最近フードデリバリーのさ、キャンペーンで贅沢なご飯食べれてます。昨日の朝とかも豪華なサンドイッチ食べるし。これが届きました。うわ、すごいね。こういうのもあるんだ。うわー、なんかすげえ贅沢。これがね、99円ですよ。すごいよね。ありがたすぎるんですけど。キムチ豚丼にしました。あー、もう絶対うまい、これ。食べる前からわかる。絶対美味しいやつ。通常1300円ぐらいするんですけど。うまっ。お肉が柔らかくて美味しい。今日こんな贅沢できるとは思わなかった。でさ、30歳の方と24歳のどちらもバングラディッシュの外国の方でしたね。日本語は聞き取れるけど、日本語はあんまり流暢には喋れない感じでしたけど、24で来てるってこと。僕もうすぐ23になるんで、来年外国行ってウーバーで生活するみたいなことですよね。すごいな。食べ終わったんですけど、ソースがあったのを忘れていました。ソースなのかな、これ。あ、いいや、これも捨てちゃいます。現在時刻は11時半です。もう寝たいと思います。数えたところ日本一周の旅始めて67日目でした。なので大体2ヶ月ちょいぐらいですね。もうすぐ3ヶ月になっちゃうか。はい、67日目の夜じゃない1日でした。日本一周の旅、また明日でございます。それではおやすみなさい。